ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はこちらね。蘇生した生物も、凍土から発見された氷漬けの生物7000。氷漬けの生物？また、変わった題材を持ってきたわね。でも、氷漬けってどういうこと？何の生き物が出てくるのよ。つまり、今回は現存する生物を紹介するのではなく、過去に存在した生物が氷漬けとなり、現代で発見された子たちを紹介するつもりということだぜ。そういえば、なんか氷漬けのマンモスが見つかったとか、氷漬けだから保存状態がいいとか、ニュースで過去に見た気がするわね。だろう？近年は特にそういった事例が増えたため、類するニュースを見かけたことがある人も多いはずだ。最近になって増えたってこと？確かに昔はそんなことなかった気がするんだけど。ここ10年ほどで非常に増えたと言われているぜ。これには明確なわかりやすい理由があるんだ。理由？現在、問題となっている地球温暖化の影響により、シベリアの永久凍土層、グリーンランドの氷河が溶け、氷の下に隠されていたものが露出するようになったんだ。それが理由で自然と凍結した古代の生物が偶然発見されてニュースとなることが増えたんだぜ。なるほど。わかりやすい理由だったわね。で、今回は氷の下に封印されていた昔の生き物を紹介と。あれ？スルーしてたけど、重要なこと言ってない？蘇生した生物も？って、何？文字通り、凍結された生物の蘇生に成功した例もあって、そういった子も紹介するということだぜ。マジか。マジかどうかは聞いてのお楽しみ。では、始めていくぜ。まずはこちらだ。びっくりした。てか、なるほど、いきなりそのものの写真を紹介するのね。ちょっと驚いたわ。これが氷漬けにされていた生物？まるでさっきまで生きていたみたいな姿じゃないの。見ての通り、氷漬けになっていたことにより、この子は非常に保存状態が良かったんだ。この写真の生物はホラーナライオンの子供であり、ロシアと日本の共同研究チームがシベリアの永久凍土から発見した子なんだぜ。ライオン？よく見れば確かにライオンね。でも、ホラーなライオンってことは、私が知ってる一般的なライオンとは違うのかしら？ホラーなライオン、別名では洞窟ライオンとも言って、約3万年前の氷河期に絶滅したとされる大型の肉食獣であり、現在のライオンの近縁種と考えられている子なんだぜ。高さ 1.2 メートル、全長2メートルと、現生のライオンより 10% 大きく、ユーラシア大陸、アラスカなどに分布していたとされ、洞窟や広い草原などに生息していたと考えられているぜ。氷河期のライオンか。今のライオンと見た目は変わらないわね。毛の色が違うくらい？時期による違いなのか、光による違いなのか、写真によってはこのように茶色がかった毛並みとなっているぜ。こっちだといつものライオンって感じね。では、話を戻して写真の子について解説だ。2018年にこの子は見つかったんだが、実はその近くで一緒にもう1頭のホラーなライオンが見つかっているぜ。2匹も？近くにいたってことは家族だったのかしら？発見時はレ夢ムと同じように研究チームも考えた。だが、調査していく中でそれが間違いだと分かったぜ。研究の結果、1頭はメスであり約2万6000年前に、もう1頭はオスであり約4万4000年前にそれぞれ亡くなった子だと分かったんだ。1万年以上も離れているのね。ってことは、近くにいたのは偶然なのか？そこはまさかの完全な偶然だったようだな。メスの子はスパルタ、オスの子はボリスと名付けられ、この子たちはさらに研究されていったぜ。保存状態がいいため、筋肉の組成や内臓もはっきりとわかり、この子たちがどれだけ身体能力が高かったかもわかった。そして、この子たちがなぜ亡くなってしまったかもその過程で判明したぜ。亡くなった理由？寒さで、とかじゃないの？悲しいことに、この子たちは共に母親に見捨てられた末に亡くなったのではないかと考えられているぜ。母親に捨てられた。研究者曰く、発見当初、なぜこれほど痩せ細っているのか疑問でしたが、卵巣撮影をしたところ、内臓に脂肪分が全くありませんでした。これはスパルタが極度の飢餓状態にあったということです。つまり、スパルタは母親に見捨てられて餓死したか、もしくは母親が獲物を捕らえられずに餓死したと推測できるということだ。一方、ボリスの方は、重いもので押しつぶされた内部損傷の跡がはっきり見られたぜ。これについてはおそらく、母親に洞窟の中に置き去りにされた後、倒壊した落石に押しつぶされたのでしょう、と研究者は指摘しているぜ。いずれにせよ悲しい話ね。それだけ、この子たちが生きていた時代は過酷な環境だったんだろうな。この子たちの研究は続けられつつも、遺骸は丁重に扱われて保存されているという、安らかに眠ってほしいものだぜ。さて、次の紹介に行くぜ。
これまた完全に体が残ってる。この生き物はさすがに私でもわかるわ。マンモスでしょ。その通り、この子は2007年に発見された幼い毛長マンモスであり、後にビューバと名付けられた子だぜ。マンモスのミイラは何度かニュースで見かけたし、この子も見たことあるかも。やっぱり、マンモスって結構見つかるものなのかしら？そこそこ発見はされているぜ。ただ、完全な状態が保持されている以外は多くない。反して、この子は非常に状態が良かったんだ。この子が発見されたのはシベリアの西方。凍結した状態で川の中でぐったりと横たわっているところを近くに住む男性が発見したぜ。その後、この子は研究所に送られ、調査が開始されることに。ビューバの体長は 114cm、体重は 50kg で、体高は 85cm ほどと大型の犬とほぼ同じ大きさだったぜ。この子はまだまだ幼い個体だと考えられ、マンモスの群れと一緒に渡っていた川で足を滑らせて溺れてしまったものと考えられているぜ。そこまでわかるの？体内には泥を吸い込んだ跡があったんだ。この子はわずか生後35日でその生涯を終えたと推測されているぜ。35日？なんて短いのかしら？この子にとっては悲劇そのものだが、研究者にとってはある意味では良好だったという。なぜなら、若いことや泥のおかげで、この子の体は完全に保全されることになったからだ。はぁ、若さと泥のおかげってどういうこと？泥が腐りやすい内臓を保護する役目を担ったんだ。これにより、この子の内臓器官は完全に残っていた。さらに若い個体であり細胞が新しいことも起因して状態は完璧に近くなったというぜ。こうして、ビューバの研究は進められた。胃の内部からユーバが飲んでいた母乳の成分が分かったり、さらには腸の内容物も調べることができたりしたらしい。それによると現存の象同様に、食べた植物の消化を助ける腸内細菌を育てるために、成熟した個体の糞便を摂取していたことも分かったんだぜ。へえ、今の象と同じだったことが分かったのね。この子のおかげで過去の生物の研究が進むことになった。感謝しないといけないぜ。さて、次の紹介に行くぜ。おお、これまたなんだ。口と足はわかるけど。もしかするとだけど、犬かしら？いい線いってるぜ。この子は狼の一種であり、2016年にカナダのユーコン準州で発見された子だ。後に、ジャーと名付けられたが、これは先住民であるトロンデック・フエッチンの人々の言葉で狼を意味する言葉だぜ。これまで見つかっている中で最も古く、最も完全な姿をした狼の凍結ミイラだったんだ。ああ、犬じゃなくて狼だったのか。今度はシベリアじゃなくてカナダで見つかった子なのね。凍結した生物の遺骸が見つかるのは大体がシベリアなんだが、この子は珍しくカナダで見つかったことで非常に驚かれたというぜ。また、驚かれたのはそれだけじゃなく、体の状態もそうだ。非常に保存状態が良く、何を食べていたかまで推測が可能とされたんだ。胃の内容物が残っていたとか？研究を進めたところ、この子はちょうど乳離れする頃に亡くなったことが分かった。これにより、残っている歯から何を食べていたかが推測できるようになったようだぜ。歯の状態を細かく分析した結果、おそらくこの子は川で魚などを取って食べていたと考えられているぜ。現在のアラスカに生息する狼の多くが、大型の動物よりも魚を食べることの方が多い。それゆえにこの推測は正しいのではないかと目されているぜ。今も昔も変わらない生態だったのね。こうやってこの子たちのおかげで過去と現在の生物のつながりが見えてきている。なんとも興味深い話だよな。では続いて、近しい生物の紹介をするぜ。あらほんと。確かに近い生物みたいね。というか、狼なんじゃないの？実はこの子は狼なのか犬なのか分かっていないんだぜ。この子はシベリア地方の永久凍土から発見された、18000年前の犬科の生物であり、後にドゴールと名付けられた子だぜ。ドゴール？さっきの狼みたいに何か意味のある言葉なのかしら？ある意味では意味のある言葉だな。この子は犬科であるのは分かっているが、犬なのか狼なのかは判別できていない。つまり、研究者としては犬なのか狼なのかと問いたくなる子であり、英語ではドッグオアウルフと問う。その問いの頭文字からドゴールと名付けられたんだ。何その名付け方。また変わったネーミングね。この子はやはり体の状態が良く、毛皮もほとんど完璧な状態で残っていた。また、歯に加え、髭も綺麗な状態で保存されていたぜ。これはすごいわね。完全な状態じゃないの？素人目で見ても完全な状態だとわかるよな。この子は犬なのか狼なのか分かっていないが、DNA の分析により犬と狼に共通する祖先の一団に属していた可能性があることも分かってきているぜ。研究者がこれまでに発見された最古の犬かもしれないとツイートを残していることでも有名になったんだ。へえ、世界最古の犬か。犬の家畜化は2から4万年前に始まったと言われている。
この子の研究が進めば、犬の進化を明らかにでき、人間との関係の歴史が明らかになるかもしれないと期待されているぜ。ぜひ、研究している人たちには頑張ってもらいたいものだわ。では、次の紹介だ。おお、これまたケムクジャラの生物ね。でも、犬とか狼じゃなさそうね。もちろんマンモスでもないし、一体何の生き物？この子はケブカサイといって、約180万年前から1万4000年前にユーラシア大陸北部に生息していたサイの一種だ。マンモスなどと同様、氷河期を代表する生物として知られている。胴長4メートル、体重は3から4トンとなると推定されている大型の生物だぜ。2014年にシベリアの川をボートで下っていた2人のハンターが、永久凍土から突き出ているこの子を発見したんだ。後にこの子はサーシャと名付けられたぜ。毛深サイ。毛深いサイ？出たわね。安直なネーミング。過去の生物まで安直な名前が付けられたりするのね。それにしてもマンモスと同様に氷河期を代表するって、私は全然聞いたこともなかったんだけど、そんなに有名なの？有名か無名かで言えば有名ではないな。何せ、毛深サイはほとんど個体が見つかっていない。この子が見つかるまで5頭ほどしか発見されていなかったくらいだ。5頭？そりゃ少ない。レア中のレアな生物じゃないの。今ではもう少し見つかっているしもっと状態がいい子も見つかっているが、この子が見つかるまでは状態が悪い以外しか見つかっていなかったぜ。このサーシャも、状態がいいようには見えないけどね。先ほどまでの子たちに比べてしまうとな。だが、特徴となっている毛なども残っているし、サーシャの状態は非常にいいとされるぜ。サーシャの背中部分は、シベリアに生息していた捕食動物によって噛みちぎられているものの、永久凍土に埋まっていた部分はほぼ無傷で残っていたんだ。痩せ細った足や胴体や頭に加えて、耳、目、歯、2本の角、ふさふさした毛で覆われた皮膚も確認できるぜ。へえ、なるほど。ってことはやっぱり、この子のおかげで研究は進んだりしたのかしら？ああ、もちろんだぜ。この子をはじめとして近年にも見つかった個体を含め、毛深サイの研究は進められていて、今ではどうして絶滅してしまったかまで推測ができているんだ。この子たちは約1万4000年前に絶滅したと考えられているんだが、人間が原因なのか、それとも温暖化が原因なのか分かっていなかった。研究によると、この子たちは数千年間は人間と共生していたが、最終氷期の終わり頃に個体数が激減したことが分かった。そして、絶滅の主な要因は、約1万4000年前に発生した気候の変化である可能性が高いと分かったんだぜ。そこまでわかるものなのか。凍結されたミイラってのはそれだけ研究資料として優秀なのね。とはいえ、まだまだ推測の域を出ないがな。このサーシャに続いて、さらに完璧な状態の子が発見され、研究が進むことを望むぜ。では続いての紹介だぜ。また全然違う生物が来たわね。さっきまでのミイラ的な子たちとは違う。これはあれかしら？写真を見るにミジンコとかそういった小さな生き物に見えるけど。この子はヒルガタワムシといって、現在でも一般的に見られる淡水性の微小生物だ。一般的に見られる？今でも？土壌などの間隙水にもいるし、それ以上に水草などの繁茂した水たまりに生息するぜ。この子は生命力が驚くほど強いことで知られていて、凍結した状態でも約10年は生きられるとされていたんだ。へえ、そんな生物がいたのね。あれ、でも10年前の凍結したこいつが見つかったって話なのかしら？もちろん違うぜ。10年という話はこれまでに実証されたものでしかない。今回紹介するのは、北極圏の永久凍土で2万4000年の間氷漬けにされていたヒルガタワムシのこと。この子はなんと研究チームによって2万4000年の時を経て蘇生することに成功したんだ。2万4000年前の生物が蘇生したですって？ 10 年とかいう話はどこに行ったのよ。スケールが変わりすぎでしょ。ちなみにただ蘇生しただけじゃないぜ。解凍されて動き始めたこの子は、ちゃんと食事をし、さらには繁殖さえ始めたというぜ。それはすごい、恐ろしいまでの生命力ね。極端な低温を遮って細胞や器官を守る仕組みを備えていることが、今回の研究で示されたぜ。ではどのようなメカニズムなのか、という点については今もなお分かっておらず、研究は続けられているという話だ。ほへえ？まさか、本当に凍結された状態から生き返る生物がいるとはね。オープニングで話していたのは冗談じゃなかったのか。もちろん、嘘はつかないぜ。実はこの子の他にも、数万年前に凍結して現代で蘇生した子がいるんだ。他にも？最後はその子を紹介するぜ。うわぁ、絶対気持ち悪いやつ。これ何の虫？ミミズ？いえ、この白黒の写真からして、さっきのやつと同じような微生物かしら？この子は線虫の一種であり、シベリアの永久凍土で発見された子だ。研究チームはこの子たちを2カ所で見つけることに成功。
1匹は3万2000年前の化石化したリスの巣穴から、もう1匹は4万2000年前の交渉の近くの永久凍土からだったぜ。それぞれ、非常に状態が良く、これまで発見されたことは比べ物にならないくらいに綺麗な体を残したままの状態だったというぜ。4万2000年前。また相当昔の生物じゃないの。まさかだけど、この線虫が蘇生したっていうの？そのまさか、この子たちを解凍したところ、なんと元気に餌を求めて動き始めたんだ。ひえー、マジか。線虫の体を構成する細胞はわずか1000個ほどであり、長さも 1mm ほどしかない小さな動物だが、れっきとした多細胞生物だ。多細胞生物がこれほどの期間、冷凍状態で生き延びていたことが発見されたのは、この子が初めてだったんだぜ。へえ、さっきのヒルガタワムシも多細胞生物よね。こっちの方が先に蘇生できることが確認できたわけか。ああ、その通りだぜ。これまで多細胞生物は数万年もの長さを凍結したまま生き延びることはできないと考えられてきた。DNA の半減期は512年であり、数万年前の生き物なら、細胞内部の DNA がズタズタに崩壊しているはずだからだ。だが、これはあくまでも仮説でしかなかった。この子は多細胞生物が数万年にも及ぶ凍結保存が可能であることを示した最初の証拠になり、DNA の半減期が必ずしも全ての条件で当てはまるのではないことが証明されたんだぜ。なるほど。よくわからないけど、常識を覆したってのはわかるわ。研究者はこの子をさらに研究し、このような半永久的な凍結を生き抜くことができる古代の線虫のメカニズムを解明し、低温医学や低温生物学の分野に貢献したいと述べているぜ。低温医学？もしかしてコールドスリープ？ああ、そうだ。この子たちがいつしか人間のコールドスリープを可能とするきっかけを与えてくれるかもしれないんだぜ。おお、すごい話じゃないの。これは夢が広がるわね。以上で終わりだな。いろんな古代の生き物が氷漬けになって完全な状態で見つかっているのね。しかも、何万年も氷漬けになって現代で蘇生する生物がいるだなんて思いもしなかったわ。この子たちのおかげで生物に対する研究はさらに進んでいる。先ほども述べた通り、いつしかコールドスリープが実現する未来が来ることを願うぜ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価などお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。